漁師だ、乾杯。乾杯。はい、こんにちは。小豆島漁師浜優です。今日僕はですね、青森県大畑町の大畑漁港に来ております。昨日はですね、ファン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 。今回僕は小豆島からはるばる904キロ、青森県を目指します。まずジャンボフェリーに乗って3時間半の船旅。早速ビールを買って朝のアルコールタイム。暇だったのでゲームのスロットを回すことに。およそ1時間打って2000円を使いミニオンをゲットしたけど、アルベドが良かったな。そして神戸空港に到着して空の旅へ。青森の景色はとても壮大。青森空港へ到着したらそこからさらに2時間半、青森県は大畑町へ移動します。およそ11時間かけて大畑町の民宿へ到着しました。はい、というわけで民宿に到着しました。いや、朝の7時に出発して着いて今6時です。11時間。長かった。で、今日の夜ご飯はですね、明日沖に連れて行ってくれる漁師さんと一緒に飲むんで行きます。レッツゴー。それじゃあこの民宿の先にあるようです。ようこそ、島からわざわざ下北半島の突端まで来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そば漁師だ、乾杯。乾杯。はい、お疲れ様。お疲れ様です。よし。ワイド取ってきた魚出して。ああ、そうなんですか。うまそう。いい。泳げってなんか。それ勝ち今振りじゃなくて。いい。勝ちじゃあ起きます。あれ。泳げ。あんこのともえ。これやりにつけね。いや、今虚言つけて使ってるのサーモン祭りの時に撮影したのを覚えてます。60人チャンネルで。ふわふわで。全然想像と違う味がしますね。小餅のイカも大好きなんですよ。おー。な。美味しい。2人で漁師やってる。いや、僕はもう全然漁師じゃないんで、1年半ぐらい前に夏会いまして、カメラマン兼通訳。いや、そんな全然僕より酒類まあそれとんで何してんねん。作りますよ。作る。帰って作りますか。ないです。お客さんだから。では、頑張ねばねえなとかって言ってらったし。おお。ありがたい。浜湯の浜湯の肝も食いてかったけど、今日はおじちゃんのこの肝はこっちで。ドッキリもあるんだ。ドッキリ。生で食べることないですよね。ないですね。なんかすごい。やっぱアニサキスとかですね。アジに近い。うん。うまっ。めちゃめちゃ美味しい。このマスドカうん。うわ、うまっ。意識も売ろうとして出産した感じで。危ないですね。危機一髪ですね。おー。胸熱ですよ。あんこ。食べたこれ。いや食べていい。これは？ウイスキー。本当だあんこです。うまっ。あんこですか。筋子。うん。桜餅の筋子。これなんで。大将。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございま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 す。はい、おはようございます。起きたふりです。今朝の5時半ですね。もう風呂にも実は入ってるんですよね。まあでも顔はムクムクむっちゃんということで、じゃあ今から起きに行きましょう。楽しみだ。というわけで早速漁に行きたいと思います。まあちょっと二日酔いなんですけど、僕自体は漁しないので行きましょう。
それでは出港の準備が整ったようです。これは定置の網でしょうか。めちゃくちゃ大きいですね。おはようございます。浜湯です。昨日どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。今日はよろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。魚。ありがとうございます。まあほぼ体だ。空なんですか。から。お、まあ行くぞ。金城丸社長の浜田さん曰く、先ほどのモニターは袋に入った魚の様子がリアルタイムに見れるものだとのこと。ただですね、魚の様子、量っていうのはなかなか厳しいものらしいです。それでは船の友のロープを外して船から船を離船させましょう。じゃあ早速出港です。沖に向かっていきます。丘を見つめる漁師さんたちの表情は心なしか少し寂しそうです。朝の青森、本当に寒いです。船の操縦は4点リモコンで、室内にはさまざまな機器類が、もちろん大漁を願う神棚もあります。室内はとても綺麗です。今日は魚いそうでしょうか。いやー、微妙だな。微妙ですか。期待はしてるけど、あまりパッとしない量模様だけどな。浜湯ブリッジ内撮影中。はい、ちゃんとそっちはねえかな。どうぞ。若干深酔いでカメラ若干揺れてるなこれ。ははは、100円できやってなこりゃ。それでは定置網のある漁場に到着いたしました。かなり定置網でかいのがうかがえます。横にもとても長いです。それじゃあ早速定置網の真ん中あたりに入っていきます。で、定置網の中までしっかり入って、そこにあるロープを引っ掛けていきます。で、表もかけて友もかけます。で、もう網が上がってきてるんですが、かなり汚れているのが分かります。汚れれば汚れるほど潮を受けるので、綺麗な状態の方が定置網としてはいいです。それでは4箇所ウィンチで巻いてあげていきましょう。それでは網の底が上がってきました。底側手といえど、こちらも少し汚れております。この後の作業を分かりやすく見るために解説していきます。魚は道網に導かれて運動場、箱網の中に入ってどんどん奥の方へ誘われます。で、金庫だけ上側手に網があって袋状になってるんですが、他に上側手に網はありません。だから船をあそこにつけて、どんどんそこから網を上げていって魚を金庫の方に追いやっていきます。全容としてはこんな感じで、非常に分かりやすい図ですね。1回目の底上げをした後に次の底のロープがもうそこに準備されているので、それをまたウィンチで上げていくという繰り返しの作業をしていきます。その作業を何回か繰り返して金庫が近づいてきました。何やら魚も刺さっています。金庫は見ての通り上側手にも網がびっしり。ここで昨晩お世話になった金亀丸さんが様子を見に来てくれました。やはり漁師のこういうのは気持ちがいいというか、かっこいいですね。全容としてはこんな感じで、定置の船も定置の真ん中あたりから端の方、金庫の方へ移動しています。じゃあいよいよ金庫を上げていきましょう。果たして魚は入っているのか、皆さんで必死にダブった網を繰り上げていきます。
で金庫が上がるにつれてめちゃくちゃカモメもいざなわれてきました。さすが海鳥ですね。網を上げていくと何やら魚が刺さっています。こちらのお魚はここでは市場値でキロ数千円もするサヨリです。じゃあいよいよチャックの部分が上がってきました。チャックを開けて浜田さんがユニックを操縦して、それをチャックの部分に引っ掛けて下側手の網の部分を皆さんで一生懸命に食っていきます。これで空間を狭めます。だいぶ上がってきたんですが、かなり魚は少なかったみたいです。少ないのでそのままカゴに繰り上げて、カゴを持って選別場へ移していきます。魚は少ないですが多様な種類が取れています。それを魚種ごとに分けて選別していきます。ヤリイカはこんな感じでプリプリとしてめちゃくちゃ美味しそうです。で網がくれたらおそらく金庫の反対側に滑車がついているので、それをウィンチで巻いて金庫を元の状態に戻していきます。どうやらロープの端がもそけていたようで、簡単な修理は船上でこなします。それじゃあ金庫が元の状態になりました。ちょっと少なかった感じでしょうか。そうそうそう。ここ最近一番すぐねが。まあうねりあればやっぱり胃がすぐねもん。ああ、なるほど。まあしゃあない。次の網はこのでっかい玉が使えることを願います。で金庫はですね、通常時魚がしっかりと入りやすいんですが、うねりがあったり潮が速いと金庫の口が潰れたりして魚が入りにくいそうです。ちなみに金庫の名前の由来はお金が貯まるということで金庫らしいですね。それでは場所移動しましょう。大量のカモメがついてきてます。やっぱ魚が食べれるのが分かっているんでしょうか。じゃあ2乗目も侵入して同じようにロープをかけてウィンチで巻いていきます。風も強くなってきました。岸和田の動画にもあったんですが、あのリングが網とつながっていることによって円滑に手繰り寄せることができます。それじゃあ金庫に到着いたしました。金庫の上側手にはしっかりと網がついてます。でかいアンコウだ。アンコウだ、すげえ。何やらでかいあんこがいたようです。テンション上がって僕もお手伝い。カモメに何やらバカにされてる気がします。うんこついてますよ。全然大丈夫です。運をしっかりと味方につけた僕ですが、何やら魚は少なそう。水中カメラを入れてみてもといった感じですね。しかし網を手繰って空間が狭まると思ったより魚は多くいそうでした。多種多様のいろんな魚が入ってます。それじゃあいよいよこちらの巨大タモの出番です。浜田さんがウィンチを操船してタモを巧みに魚のいる場所へ落としていきます。それじゃあ魚をすくい上げてこの魚を選別場所へ入れていきます。多種多様なお魚にあんこうも入っていました。何やら呼び止められた僕、昨日居酒屋でいただいたマスというお魚を見せていただきました。美味しそうですね。それから謎のサメに、こちらは多分ホウボウですね。瀬戸内海で取れるのと一緒かな。それからトラフグみたいなのに謎のフグ、それからタラかな。
いろんなお魚が取れたところで金庫を元の状態に戻して港へ帰りましょう。対岸に見えるのは北海道です。では港へ帰ってきました。次はですね、青森大畑町で30年は続く海峡サーモンの養殖現場を見させていただけることになりました。餌はこれですね。で、金城丸さんはもう1錠残っているので、それを送りに行きました。海峡サーモンの生けすが見えてきましたね。やはりこっちの海はうねりが大きいのか、真ん中にタイヤがあって、それが緩衝材となっているのかなと思います。では1人が乗り込んで餌を移して、餌やりをしている間に僕らはもう一つの方へ移動していきます。もう一つの方に到着したら船を接岸させて、1人が見事に飛び乗って手早く船ともやえていきます。それじゃあ同じように餌をやります。サーモンの姿が見えませんが、水中の中にカメラを入れると、このようにたくさんのサーモンが我先にと餌にくむっちついてます。わあ、うまそう。わあ、見事なサーモンですね。うまそう。すぐそばで金城丸さんが網を上げていたんですが、相変わらずすごいカモメ、そしてうねりはすごく何より寒いです。しばらくして網を繰り終えた金城丸さんが迎えに来てくれました。はい、また。わかりました。港に帰ってきました。それじゃあ接岸して、こちらの取れたお魚たちを早速市場の方に上げていきます。もう人力で上に上げてフォークリフトへと積み込んでいきます。フォークリフトへ積み込んだら市場の中へ。綺麗。こんな綺麗な市場見たことない。僕も市場の中に入ったんですが、めちゃくちゃ綺麗です。じゃあ早速選別して箱の中へ詰めたりしていきます。で、あんこうは胃洗浄をするとめちゃくちゃでかいカレイが出てきました。パクッと一口。お疲れ様でした。魚いなくて疲れない。いなくても疲れますよね。今の時期なら1回100万ぐらいは取れるそうなんですが、うねりの影響で魚は少なかったそうです。取れたものを見ていきましょう。ニシン、なんかメバル類、サヨリ、フグ、サゴシ、ハマチとタチウオ、カレイ2、カレイ3、いろんな種類がいます。そしてイカがこれだけ取れました。でっかなにこれ、化け物じゃないですか。うわー、うわー、でっか。40キロぐらいありそうですね。でかー。水だこめっちゃうまそうです。でかい。唐揚げにして食いたい。ちょっとバカでかい水だこ出していいそうなんで出してみます。やばっ、何これ。うわ、でかっ。これ6キロ。何この山、何これ、すげえ。うわ、やばっ。この太鼓まだこの倍ぐらいの上がるよ。12キロとか14キロとか14キロ。それじゃあ一番も終わりまして帰ってきました。で、イカをね、なんと食べさせていただけるそうで、早速さばいていきましょう。はい、じゃあこちらヤリイカをいただきましたんで、早速さばいていきます。じゃあもう漁師らしく頭を落として、ここはもうここからガツッと落としましょう。で、もうゲソも豪快に切っちゃって、でこちらですね、開いていきます。で、中も取って、炭はね、油なんで少々ついてて大丈夫です。うまいです。で、皮剥いでいきます。
でイカの祖先は貝なんで、もともとこの貝殻の名残であるこの船がついてるんで、船取って切っていきます。でこのイカ耳もで、ここにわさびで醤油をかけて和えます。でご飯をいただいたんで、あったかい、ありがてえ。であったかご飯にのせて、はい、取れたてヤリイカ丼の完成です。はい、じゃあ取れたてヤリイカ丼いただきます。めちゃくちゃうまそうです。もうめちゃくちゃね、わさびが効いてます。でまあそれはそうなんですけど、取れたてのこのイカのコリコリ食感、あんだけね豪快にさばいたのに臭みとかも一切なくて、炭のなんか嫌な感じとかもないです。むしろコクになって美味しいんじゃないのっていうぐらい、うわコリコリシコシコでめちゃくちゃ美味しいです。うまい。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。なかなか少なかったみたいですけれども、いろんな魚が見れて楽しかったです。ただね、手が冷たいしうねりもすごいんで、こっちでやる漁師さんすごいなって思いました。尊敬してます。ありがとうございます。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。で昨日のご飯屋さんにやってきました。なんかラーメンを特別にしてくれるそうです。家系ラーメン。ツイートしてもいいですか？うわうまっ。目線ください。本物だ。でもすごいですよ。なんですけど、宮沢の東武市長の位置でですね、一番こっちから出ますよ。